ご視聴ありがとうございます。今回は発展した路線を襲う異例の運休劇に迫ります。開業から20年余りで顕在化した課題と対応策の全貌、工事現場や代行バスの模様を徹底解説します。2日間の運休のはずがまさかの予定変更、一体どうなるのでしょうか。ここは沖縄県那覇市やその近郊を走るモノレール、ゆいレールの県庁前駅です。沖縄県庁や市内の目抜き通りにも近く、観光客の利用も多いです。ゆいレールは2003年に最初の区間が開業した後、2019年に延伸され、今の路線が出来上がっています。那覇空港から手だこ浦西を結ぶ全長およそ17キロの路線で、朝ラッシュに特に混雑するのが小禄駅からおもろ町駅のあたりです。今は朝の8時頃です。那覇空港行きが到着です。空港に向かう観光客らも加わり、混雑が激しいです。2両編成の列車は車両もやや小ぶりで、ドアの前まで人がぎっしりです。この駅の2023年度の乗降客数は1日平均で6549人。那覇空港駅に次いで2番目で、感染症の影響で空港利用客が激減した2020年度には那覇空港駅を上回っていました。この駅では降りる乗客がホームに滞留し、乗り続ける乗客が車内に戻れるまで時間がかかります。停車時間はおよそ1分、途中駅としては長いです。この時間はまだ那覇空港に到着する飛行機がないため、逆方面の列車には空港利用客はほぼいないですが、それでも2両編成の列車はぎゅうぎゅうで、乗り降りに時間がかかります。ただし、対策していないわけではありません。ゆいレールでは3両編成も運行されており、去年8月から一部の列車が3両編成になっています。時刻表には記載がなく、固定されているわけではないようなので、駅の発車案内表示器で確認するしかないです。土曜日の那覇空港にやってきました。時刻は午前11時過ぎ。那覇空港の到着便はおおむね8時台からで、9時台から便数が一気に増えていきます。ゆいレールは那覇市近郊への主要アクセス手段の一つで、屋根付きの通路で道路を乗り越えた先、ターミナルを出て数分の場所に高架の駅があります。改札の上にはシーサーもいるなど、沖縄らしさ全開。改札口の様子がこちら。改札機がある場所の前には長机が置かれ、周りでは職員が案内に当たっています。券売機は動いていますが、この日はここから列車に乗ることはできません。6月29日土曜日と翌30日日曜日の2日間、この那覇空港駅を出る列車が終日運休になっているからです。運休区間が那覇空港駅から牧志駅の間、路線の半分近くにあたる 7.7 キロが運休になります。通常ダイヤでは日中1時間あたり6本が運行され、10分間隔での運行ですが、この2日間の運行区間では12分間隔になり、本数が減ります。そして運休区間には代行バスがあり、途中駅には代わりの停留場が設けられます。代行バスを利用するには、まず駅で切符を買う必要があります。この時は IC カードは使えず、現金で買わないとダメです。バス停は路上にあるだけに、一度駅で切符を買わないといけないのは不便ですが、ゆいレールの代行輸送という性質上、仕方ないところです。代行バスが運べる乗客には限りがあるため、一般の路線バスの利用も案内されています。県庁前駅行きや、隣の旭橋駅行きは本数も多く、1時間あたり10本前後あります。ただしこれらは全てが別のバスではなく、同じバスが数箇所に記載されていることもあるため、実質的な本数はこれほど多くないです。牧志駅まで行く一般の路線バスは1時間あたり5本程度。なお、列車が運行されている義母駅や手だこ浦西駅まで行けるバスもあります。本数は少ないですが、これらに乗れれば乗り換えの手間もかかりません。バスだけではキャパが不安なため、ゆいレールの運営会社ではタクシーなどの利用も推奨しています。そしてこの大規模運休の理由が、那覇空港駅付近で行われるポイントの新設工事です。
これは新しい車両基地の建設に伴うもので、本線から分岐するところにポイントを新設するのです。新設されるポイントは1個だけですが、一般の鉄道に比べてポイントが大掛かりになるモノレールでは、その分工事に手間がかかります。事前にできる工事は行っていたものの、終電から始発の間では到底施工しきれず、2日間運休にして工事を行うことになったのです。作業スペースを確保するため、真下の道路は規制され、那覇空港方面行きの車線だけを使った片側対面通行となります。真下の道路のキャパが少なく、大量の車をさばけないため、代行バスは那覇空港駅周辺で遠回りしています。新しい車両基地の周りでは道路の建設も進んでおり、車両基地は道路やそのトンネルの上に重なっているため、細かな調整が必要な難工事です。2019年の延伸から5年、このタイミングで新しい車両基地を作ることになったのは、ユイレールを取り巻く状況の変化が背景にあります。開業以来2両編成だったユイレールでは混雑が深刻になり、ラッシュ時などに積み残しが出ていたため、元からある編成に1両追加して3両にしたり、3両編成を新たに導入して輸送力の増強を図ってきました。3両編成をさらに増やすにあたり、車両を留め置く場所が足りなくなるため、新たな車両基地の整備が進んでいます。今から1年ほど前、3両編成の運行開始直前の動画では、両数の増加に伴うホームドアの整備などを取り上げていますので、概要欄から見てくださいね。今になって3両編成化を進めているユイレール、最初から3両にしなかったのは、この路線の歴史が関係しています。もともと沖縄には一般の鉄道がありましたが、車との競争に敗れたことや、戦争による被害を受けたことで、いずれも1945年までに運行を終えています。戦後、アメリカ軍が鉄道よりも道路整備に注力したため、沖縄は国内で唯一、鉄道がない都道府県になっています。一方、急増する車をさばくには道路のキャパが足りず、70年代には渋滞が深刻になります。県庁前駅の近くにある国際通りは、戦後いち早く復興が始まった場所ですが、片側1車線しかないため渋滞がひどくなることも多いです。こうした状況から、新しい交通システムを建設する動きが高まります。構想自体は72年の沖縄返還時からあり、紆余曲折を経て、2003年に第1期区間が開業しています。ただし、この間にバス4社の一角をなす那覇交通が経営破綻したほか、モノレールと重複するバス路線の整理や再編など、バスとの競合は常に大きな懸念材料でした。なお、モノレールには、車体が軌道からぶら下がる懸垂式と、車体が軌道にまたがる小座式があります。懸垂式は鋼鉄製の部材を使うため、海が近い沖縄には向かないとして、コンクリート主体の部材を使う小座式になっています。小座式の場合、ポイントを切り替えるときは軌道全体を物理的に移動させる必要があり、構造が大掛かりになります。モノレールはその構造上、軌道を交差できないため、2つの線路を一方向につなぐポイントを2つ組み合わせることになり、このカットではこの辺りに逆向きのポイントがあります。それだとポイントが4つ必要ですが、那覇空港駅では軌道を一度単線にしてから複線にすることで、ポイントを2つで済ませてコストを削減しています。これだと到着列車と発車列車が同時に通れないですが、運転間隔やダイヤの工夫で乗り切っています。こうしたコスト削減策を講じるモノレールは国内では結構珍しく、収益性への懸念が裏にあったのが想像できます。また、開業時からホームは3両分用意されていたのに対し、車両が2両編成だけだったのも、懸念が根強い中で開業させるための方策だったようです。開業後、渋滞に巻き込まれない定時制が受けたこと、見晴らしの良さから観光名所になったことから、通勤通学、そして観光輸送で大活躍します。2016年度には、開業以降初めて単年度黒字を達成。2019年には、首里から手蛸浦西までの区間が開業しています。2021年には、感染症の影響で日中の運転間隔が8分から10分に広がったものの、需要の回復とともに増便ダイヤを実施することが増えました。工事現場に向かいましょう。駅の近くには
作業用の車両の姿があります。ターミナルの前の車寄せはこの混雑です。バスやタクシーにチャーターされたバスなどに混ざり、一種のカオス状態です。工事現場はここから数分の場所です。T 字路の手前にはこんな看板が。真下の歩道は通れないので、この後ろで曲がるようにという掲示です。ただし、さすがに真下には入れないものの、道路の横から様子がうかがえます。コストを抑えるため、既存の車両基地へ分岐するポイントとほぼ同じ場所にポイントが設けられます。一般部分は橋桁と軌道桁だけのシンプルな構造ですが、ポイントには機器類を置くため、板状の部材があります。この部材はあらかじめ横に追加され、ポイントの設置スペースが確保されています。暑い中、軌道の下では配線類のつなぎ込みらしき作業が行われています。告知のリリースでは、真下の道路は片側対面通行という記載でしたが、ポイントで動く軌道の据え付けが朝方には完了したためか、対面通行ではなくなっています。那覇空港方面は2車線をフルに使えるので、車の流れが阻害されないのはいいことです。さらに先で、車両基地につながる軌道の工事も進んでいます。それだけではありません。道路をまたぐのは、新旧の車両基地をつなぐ歩道橋です。この辺りには道路を横断できる場所がない上、毎回敷地の外に出るのは効率が悪いので、敷地同士を直でつなぐ歩道橋を作っています。留置線の線路を振り分けるポイントは先に設置されており、その先には変わった軌道もあります。全体がコンクリートで一体的に作られたコストダウン仕様です。金属を使っていないので、これなら潮風にも安心です。さらにこの奥には謎の橋脚が、新旧の車両基地をつなぐ軌道の建設も進んでいます。この軌道は下の道路にも上の軌道にも干渉しないちょうど良い高さにあります。そしてユイレールの本線の軌道はここと奥の歩道橋のあたりで高さを上げています。建設当時からこの高さなので、当初から車両基地を増設する構想があったのでしょうか。代行バス乗り場に向かいます。那覇空港駅の代行バス乗り場は駅の真下にあり、ターミナルの正面からは離れています。この辺りにも職員が配置され、乗客の誘導や荷物運びのサポートなどをしています。通常なら16分ほどで着く牧志駅までおよそ60分かかるだけあって、看板には注意事項がいろいろ書かれています。モノレールより遠回りな上、渋滞も見込まれるこの日のバスで牧志駅まで向かいます。出発です。積み残しはなく、乗客は私以外に7人。立っている人はおらず、知らない人と相席になることもないです。空港ターミナルの前は大渋滞だったのとは異なり、想像以上に平和な光景です。これはそもそも一般の路線バスの方が費用自体は安く、かつ迂回しない分所要時間が短いのも関係しています。この辺りは一般車両の迂回路としても案内されていますが、市街地を回り込むため通る車が少ないようです。ただし南に向きを変え、ユイレールの軌道と合流するあたりから様子が変わります。青信号なのにそれほどスピードが出ていないことから想像できる通り、この先で渋滞に引っかかります。沖縄本島南部とを行き来する車もこの道路を通るので、片側2車線ではさばききれないです。この先にある交差点で左に曲がります。ここは T 字路にさらに斜めに道路が突っ込む配置で、県内有数の渋滞ポイントです。新しい車両基地のそばで建設されていた道路はこの交差点を避けており、車が移行することで渋滞緩和が期待されています。そしてこの直後が赤峰駅、最初の駅、そして代行バス乗り場です。ここにはバスロータリーがあり、道路からちょっと入って止まります。ここでは2人が乗車。なお、事前に切符を買わないと乗れないのを知らない人がいました。次の小禄駅では3人が降り、8人が乗車。次の大野山公園駅との間でがっつり渋滞にはまりつつ、大野山公園駅では1人が降り、3人が乗車。モノレールの軌道は道路の横に出ます。ここには大きな橋があり、
構造が複雑になるのを避けるため、ユイレール単独の軌道としているからです。川や公園が車窓からもよく見えるため、ユイレール屈指のビュースポットとして有名です。次の坪川駅で1人降りて2人乗ります。右折し、本格的に市内中心部に入ります。このカットではわからないですが、この道路は片側3車線ずつあり、那覇市内でも有数の広さがあります。なお、次の旭橋駅で座席はほとんど埋まっています。県庁前駅に到着です。代行バス乗り場は基本的に駅の真下にありますが、ここは駅から少し離れています。信号を何回か通る必要があり、意外と手間がかかります。ここで3人降りて1人乗り、初めて乗客が減ります。次の三重橋駅では9人が降り、乗り込む乗客はいないです。ほどなくして牧志駅に到着です。ここで右に見えるのが途中で触れた国際通り。梅雨も明け、観光シーズン真っ盛りです。牧志駅には逆方面に向かうバスが待機しています。普通区間の代行バスなので、次で乗客は全員このバスを降ります。所要時間はおよそ59分。途中がっつり渋滞にはまった割にかなり正確な所要時間です。牧志駅からユイレールに乗ります。運行区間はどうなっているのでしょうか。改札にはこんな張り紙があります。もはや4カ国語対応どころではありません。ここから代行バスに乗り換える人、ここからユイレールに乗り換える人、そしてどちらか一方だけを利用する人もいるので、案内が大変です。なお、運休区間以外だけに乗る場合は IC カードも使えます。改札階の発車案内表示器では、手だこ浦西行きのホームから列車が出るような表示になっていますが、実際には逆の那覇空港行きのホームからの発車です。これは牧志駅の折り返し線の位置の関係上、那覇空港行きのホームでしか折り返せないからです。そのため表示などに矛盾が出ていますが、牧志駅折り返し列車はそうあるものではないので仕方ないところです。なお、手だこ浦西行きのホームに止まっているのは回送列車です。車両が故障した時用の予備でしょうか。出発です。ポイントを通り、手だこ浦西駅に向かいます。このポイントは臨時用の位置づけのためか、速度が時速15キロに制限されており、かなりゆっくりとした走りです。分岐器を通る時の振動も結構大きく、カメラが揺れます。車両が通り過ぎてすぐ、ポイントが動いています。この日の運行区間では、3両編成の列車が多めに投入されていました。そして手だこ浦西駅では、発車案内表示器に牧志行きの表示が出ているほか、車内外の行き先表示器も牧志行きに対応しています。この工事は深夜まで続き、深夜1時頃には作業用の車両が牧志駅付近を走行しています。そしてこの工事は土曜日だけではありません。翌日曜日も終日運休になる予定で、運休区間の各駅では改札が閉鎖され、係員が代行バスなどへの案内を。そう、実はポイントの設置工事は土曜日で完了しており、日曜日は急遽始発から平常運行になっているのです。こうした工事で2日間の運休予定が繰り上がり、急遽1日だけの運休で済むというのは非常に珍しいことです。那覇空港の混雑もかなり緩和されており、ターミナル前の車寄せはこの通り。これは午後3時頃のカットで、序盤で映っていた11時台とは時間帯が違うので、これだけでは比べられないですが、ユイレールが果たす役割の大きさがわかります。観光シーズンの日曜ということで、首里駅折り返しの臨時列車も運行されています。ただし、乗り放題のデジタル乗車券は、この日はシステムの都合上使用できなくなっていました。工事の進捗に応じて運行を決めたからか、このタイミングでシステム改修を入れたからでしょうか。新車両基地と新設されたポイントを見てみます。コンクリート製の一体型の軌道は、
ポイント以外で幅広く使われているようです。また、工事車両の出入りの関係上、全く施工されていないところがあるのも興味深いです。電気系の設備がまだ施工されていないので、コンクリ製の構造物がひたすら並ぶシュールな光景です。そして基地の軌道は建設中の道路のトンネルと丸かぶりです。互いに影響を及ぼさないよう施工する必要がある上、道路はこの右手でモノレールの本線をくぐるため、そことの調整も大変です。道路の舗装はまだ始まっておらず、ユイレールの作業基地や作った軌道の仮置き場になっています。このカットだと肝心のポイントがよく見えないので、後面展望もご用意しています。交換した軌道だけは部材やコンクリが新しく、超絶目立っています。真下の道路の車線規制も解除され、2車線丸ごと使えるようになっています。無事に完了したポイントの設置工事ですが、新車両基地が稼働するにはしばらくかかります。まだ2両編成の列車は多く、混雑時に積み残しが出る場合もあるなど、対策はまだ続きます。ご視聴ありがとうございました。